前回までのあらすじ。前回は中7章の攻略の途中だったが、敵の砦を我々解放軍が攻撃するという内容で、まずは砦入り口の敵を右に移動しながら倒していきました。その間リズが危険だったり色々あっただな。そうですね、なんやかんやありましたが、砦の中央の部屋まで進軍することに成功しました。ほいで大詰めに入ろうかってところでな、なんでか解放軍の面々が荒切り始めたに。どうもエクセライという男だか女だかよくわからん野郎がそそのかしてたらしいな。そういうことでクロムとサイリラ解放軍は砦の敵に加え元味方と戦う、そういうところで前回が終わったのでした。つことで後半スタートだに。早速ですが盗賊が天使の子供を盗んでいきました。今回の盗賊は敵の猛攻もあるもんで追うことはできんだろな。しょんないだ。つうかなんでそもそも盗賊が砦内にいるのけ。守りの元からガバガバだってこんじゃねえか。今までの FE でもたまにいますよね。こうした侵入経路の謎な盗賊は考えられるとしたら逃亡兵でしょうかね。最終的には逃げていくわけですしね。今は何してんだ。今は勇者のとどめとロングボウスナイパーの対策の両方を考え込んでますね。できればティアモで倒したいのですが、ロングボウがそのままでは届いてしまうのでどうにかできないかと。そんならあれだに、とどめはティアモにした上でレスキューでどっかやりゃいいだ。なるほど、そうしてみるのもありですね。というわけでティアモの手やりで勇者を倒し、ルフレで壁を作り、サイレでロングボウを倒し、そこでから結局倒せないって。安全地帯にティアモをレスキューで呼んでターンエンドです。レベルアップ。たくさん成長しましたね。特に速さが伸びたのいいだよ。追撃を減らさんといかんもんな。ところで今リサーブを使われましたね。このようにターンで倒し損ねた敵が回復されてしまったね。可能な限り倒しきることが重要になるわけです。敵ターンの最後に回復されんなきゃ温情があるかもしれんけどな。そうですね、地雷戦法で削った敵数がまとめて回復された時には当てられない事態になりますからね。いや、じりじりとにじり寄ってきてるやん。そういえば説明していませんでしたが、ロングボウの攻撃のスケープゴートとしてアンナさんをサイラの下に配置しています。いいのけ、アンナさんをそんな使いして。アンナさんには申し訳ないですが、 FE は手の役割を考えるものなので割り切るしかないでしょうね。この時間で最初に動いたのがマロン君です。レフレの親友バルキュリアを倒します。このままマロン君には敵ターンでやってきた関節武器待ちに反撃してもらいます。ルフレ越しに反撃って形になるだな。変な構図だけが。ルフレは壁越しに来ているスナイパーに攻撃します。ルフレなら倒せるでしょう。案の定だけんで必殺で倒れたに。最後には先ほどからネックになっていたロングボウスナイパーに引導を渡しましょう。しかしさっきからカットしてるけの壁戦法でマジの姿勢だと直行しちまうや。壁戦法だと誰を倒していくのかというのが重要になりますからね。あるいは誰にどの武器を持たせるのかというのもより重要になってきます。それらにミスがあると大変なことになるので慎重になってしまいます。壁戦法だと敵をやり過ごすのは運たらけになるだけどな。クラコーだ。必殺27%は非常に怖いですね。今回は必殺割れなかったようですが、今回の特殊な武器はロングボウだけかと勝手に思い込んでたがな。もっと結界進化な。ユアルアタックはこうも連続で決まったもんで敵がどんどん倒れるだろう。連続の連携攻撃が決まるとやはり爽快感がありますね。ここからは関節武器のセーブです。敵も直接で削って関節で倒すみてえな分業のルッチンがあるだかね。そうかと思ったら予測していない突撃もありますし、敵のスコールッチンははっきり言ってわからないです。ある程度の優先順位があるだろう。レベルアップ。ちょっとストップ。今回は2人もレベルアップしたもんで動画止めただよ。珍しいことですが、レベルアップしたところは至って平凡というか、はっきり言えば外れだに。じゃ、気を取り直してるキナの方見てくだ。レベルアップ。
ルキナの方は力が伸びてよかっただな。ちょうど低いところですし、ここは重要な措置ですからね。前のターンはルフレ、ルキナのコンビのおかげでかなり直接攻撃の敵が減らせました。このターンは回復を優先させたもんで特にやったことはないだ。先生このバルキリアを倒したくらいですが、クラウドスナイパーも脅威なので早く倒してよかったかもしれませんね。で、また増援がデッド。順次追加されていますね。クリアにたどり着きそうでなかなか終わらないです。お、テープだ。お、必殺だ。天空で必殺が出ると迫撃砲みたいなものすごい音しますよね。バグでしょうか。迫撃砲ってあんた変わった表現するの。マイク聞かれない音には違いないだけど、難題ね。大丈夫ですよ。おい、ついに出たに必殺が。念のためにクロム以外を1個知りたがってもらってよかったですね。食らったのがクロムじゃなければあまり考えたくはない。相手にならんな。こっちもこっちでピンチになってるだけど。負けちゃダメよ。待ち伏せを入れてもダメですか。でもデュアルガードの人に空心に賞を得るかこれだらね。前半も合わせてこの賞はデュアルガードに救われすぎですね。もっとちゃんとした操作をすべきでしょうが。しかし正直な話、デュアルガードを戦略に組み込んでるってのはあるだよ。運次第でリスクはあるけどリターンがものすごいもんでな。覚醒だからこそできる戦略ではありますよね。このおかげで多少強くしても大丈夫という説明は確かにあります。で、このターンだけど、ルフレラの前に陣張ってたスナイパーを蹴散らすだに。先ほどのキラーボン持ちも倒してしまいましょう。そうしたらあとは人権の調整と回復です。ダメージを負ったクロンとロンクーを回復し、ロンクーをルフレ側に寄せたら終了となります。同園はト1ターンで終わりだら。そうですね。この壁を敷いての戦いももうじき終わります。前後半にやってたのはいいだけど、今回ほとんど動きはないよな。籠城を作戦とした時点で敵はつきましたが、動画の見栄えとしては単調でつまらなかったですね。私の勝ちです。レベルアップ。これは完全に両成長ですよ。力に守備、魔法と文句付けようないだな。わお、必殺だ。この程度か。レベルアップ。こやちょっと、ロンクさん。前回も微妙な成長だったんですが、またもやですか。このターンは最後の増援の来るターンです。全ての階段から出現するので気をつけなくてはなりません。自分の巣の右、リズで防いだところからも出るだよ。ちょっとしたトラップだに。我々がやることというと攻撃に備えて自分の回復ですね。レベルアップ。守備が伸びた点ではいいと思うに。それ以外のどこか伸びて欲しかった気持ちもないわけではないです。そうや、敵って育っていないルキナよりも結構後ろを狙うように。なんでだろう。ルフレは今ダブルをしていないというのがあるのかもしれませんね。ダブルしていなくてもルフレはルキナよりも強いはずなんですが。レベルアップ。朝はだんだん伸びてますね。まだ少し低めですけれども。初期値の影で目立たんけど、守備や魔法も気配らんとまずいかもしれんや。このターンは敵が少し離れていて攻撃はやりにくいですね。サイレもリザイアがつんむれたもんで今のうちに陣取るのも怖いしな。やはりこのターンも回復と人権の調整で終わりですね。なのでまずはサーヤをルキナの下に移動させました。クロムと入れ替わりになるだね。で、ルキナの上のバルキリアがうるさいだよな。頼んで倒そっか。別にバルキリアが騒いだりしてうるさいというわけではないですよ。わし言いたいのはうるさいじゃなくてうるさいの方だに。同じ語繰り返し言われてもどういうことか分かっていないのですが。あれ、声もしとして方言って。ま、いいや。動画に戻ろうや。まあそうですね。先ほどの敵ターンは倒し損ねたものをリサーブで回復されたくらいだったのでカットしました。残る敵もボス除けば4人だに。一気に消しかければ倒しきれるだな。ならば一気に畳みかけましょうか。負けんじゃねえぞ。私は負けません。
運命を変える。本当に一度に畳みかけただな。変に迷ってるところを見ても嫌じゃないですか。それは確かにそうだな。あとはボスの撃破だけです。このままボス戦まで行きます。そんなこんなでボス戦だに。今回のボスは一見プーな女性に見えますが、前編では状況が読み込めずにあなたしてましたね。プーな女性が競っている描写は私はとても好きです。いきなりそんな自分の敵言われてもわし困るだけど、ま、でもこいつはクールさに見合った強さはあるだな。魔法が高いので魔法で攻撃するのは得策ではないですし、かといって物理職でも追撃が出ないほど速さが高いので返り討ちにも合うでしょう。だもんでドンアじゃエースのルフレが聖堂の剣でちまちま削る成功を取ってるだ。いいところまで削ったらカーシューに倒させて経験値を渡す魂胆だに。でこれが最後の削りになるだ。そうしたら最後はプラモで決着をつけます。人による支配というのは重要なキーワードですね。レベルアップはしてくれなかっただか。惜しかったですね。これにて攻略完了です。お疲れ様でした。この後ストーリーの方もあるだけど、ちょっとフェリスの子を喋ろうかね。今回見せられなんだ系が、フェリスはクロムと特殊な会話があっただよな。で、わしはこの会話が結構印象に残ってるだ。まずフェリスにとってバルハルトという圧倒的なカリスマを持つ人間の前では神でさえもかすんで見えたというのが重要ですよね。やたらと今までの敵もバルハルトを個人崇拝してただけど、恋でバルハルトへの崇拝の規模感が大体わかるだ。その上でフェリスはエメリナのコンもバルハルトと同類であるって言ったのが面白いと思っただよな。実際にエメリナも先の対戦で敵国の人々の心でさえも動かしました。一人のここまで影響を与えて、その一人の影響で人々が動く天じゃ黒村とバルム帝国の州は結局同じ穴の無地なだったね。フェルスはエメリナの言葉にとらわれているとも言いますが、とらわれているのはお互い様ですよね。そいで最後にクールを通り越して冷徹な感じの現実的な言葉で返せんってのが最高だに。エモい言われる気持ち、いわゆるエモさを感じるぜ。エモいの由来はそうであってるんですかね。そうだに、みんなエモいイコールエモい言われぬって言ってるに。みんな一体どこの海外で言われているのでしょう。まあストーリーの方に目を向けましょうか。この章は途中で味方のはずの解放軍が寝返ってきましたね。その流れが解放軍全体に波及してしまい、南北のバルハルとレンハの牽制に行った解放軍も制圧されてしまいました。そんな中でフレは軍を主力と少数の2手に分けて二正面作戦をしようと言います。こんな中で二正面作戦がうまくいくだか。さすがにルフレも勝つことを目的とせず、負けないよう戦うことが主と考えているようですね。消耗戦になりそうだよ。そうなったらきついよな。そして少数精鋭の方にバジーリオは希望しているというところでしたが、そこへピナの壁が立ちはだかるだ。それたいはありませんよね。何のことけ。ま、バジーリオはアルキナの痛みらいじゃ、ここでやられちまうみてえだな。どうやらバルハルト本人と対決してバジーリオは敗れるとのことですが。ま、それを聞いてバジーリオが行くのをやめるわけねえな。さすがは根っからの武人だに。ただバルハルトと戦わなければいいとも考えているようなので、ルキナの一言は無駄ではないですね。多分フラビアも独行するってのは未来じゃなかったんだろうな。ルキナは悲観的に考えているでしょうが、ルキナの存在そのものが未来にいい影響を与えているのは間違いないと思います。なんかさ、こう活発で明るい雰囲気なら生き残る感じがあるよな。不況なはずなのにいい雰囲気を保っているのはいい兆候ですね。運命なんざ死人の言い訳だ。象徴的な名言が出ましたね。この名言は言ってることはシンプルだけが、解釈の幅は案外広いと思うんだよ。運命というのは結果論であって、悲観的な状況でもあれやこれやとあらえてみないとわからないと私は解釈しています。でもわしも実際バジーリオの言う通りだと思うんだよ。むしろ運命と決めつけてしまう方がいい結果にはならないんじゃないのかね。さて画面は変わって交戦状態に入ったフェリア精鋭部隊の様子です。元万毒の国って言ってるだけど、やっとここも紋章の謎の設定引き継いでいただな。満足の自覚があるというのはいいことですね。いつも思うだけど万毒でなんでそんな興奮すんのけ。画面じゃバルハルト本人初登場だよ。破竹の勢いで一人が何人をもなぎ倒しています。これはまさしくファイアーエンブレムもそうだね。
闘場面が出てきましたよ。バルハルトは追撃可能で2ターンでバジーリオを倒せるくらいの強さで、軟化ダメージの規模感で見るとさ、ルフレクレで許可出そうじゃねえか。どうでしょう。ダブルのステータス補正も加えれば勝てますかね。この戦闘で言いたいのはバルハルトがこれだけ強いんだということなのでしょうが、冷静に計算すると強さが透けて見えるのが戦闘場面の弊害になってしまってますね。バルハルトの一撃を受けられるやつはもう一人いるってこんだよな。そうすっと結果論になる系の分散よりも全員でバルハルトを叩いた方が戦争の早期終結になったかもしれんな。ルフレは自分の強さと自分自身の強さを見誤っていましたね。ベタな話すりゃ開発者はきっと不利がエースとなることを想定していなかっただろうな。2回目の戦闘ですね。今度はフラビアも加わっています。そんでも焼け石に水って感じだに。0% でも必殺出るって。相手方も 0% で出しましたよ。システムの都合に合わせて忖度してるだね。結局バジーリオはユキナの言う通りに敗北してしまいましたね。宝玉をフラビアに託すことができたってのはアルキナの時代とは違うはずだに。宝玉を隠し持ってたってのもブロキだけが。チキとの会話では所在が不明だと述べていましたが、ブラフだったのでしょうか。そんでもあの時点でブラフにする意図は一体なんずら。最後の命令とはとても悲壮感があります。今回は恋で終わりだに。ちょっと切ないとこで終わっちまったな。この後クレジットを流しますが、その後支援会話もお送りしますので、よろしければご視聴くださいね。今回の支援会話はリズとリヒとエイです。マダイスには並んだか。焦っても仕方がないですよ。気長に待ちましょうよ。でも支援稼ぎで攻略に支障が出ている点もないわけじゃないだろ。それはそうですけども、話を戻しますと、リズとリヒとはこれまで戦いの辛さを克服するためにお互いに訓練していました。そいで今回はリヒトがクロムの側近になりてえという目標を言ってくれただ。人簡単に信用できんくなるた。相当過酷ないじめだったんだろうな。ある種のルサンチマンに陥ってしまったのですね。ルサンチマンって誰だ。アメコミの中で。さらに追い打ちをかけるように獣に襲われたようです。我々の方でも獣が襲来してるもんでね。あながちわしも襲われるかもしれんに。我々の世界ではクマやイノシシが天敵となりますが、リヒトの場合は群れで襲われているようなので狼でしょうか。無礼法が厄介だろうに。クロムはよく生き残っただな。リヒトがクロムの力になりたいと思ってた理由がはっきりしただね。リズも保証してくれたわけですし、これからも頑張ってくれるはずです。今回の動画はこれにて終了です。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価とかも頼むに。そいじゃまた次回。